徳島県フィールドテスターちゃまこと西岡雄一です。で今、状況がですね結構河口とかサーフとかにですねカタクチイワシの方がですね接岸しているシーズンなんですけど、やっぱりねカタクチイワシ足が速いんで見つけたベイトがですね結構次の日いなかったりとかっていうことでですね追い切れなかったりするんです。特にね僕みたいな休日アングラーなかなかベイトを追い切ることができないんで、ちょっとその場その場でですね拾っていくような釣りとかを展開しながらですねお送り、できたらと思いますのでよろしくお願いいたします。ちょうどでもこの堤防に沿って潮目が入ってるんで回遊があるんじゃないかなと。あ、見えました？今下から突き上げてきた。今乗ってほしかったな。またちょっとここは時間空けて打ち直しましょう。こういうねテトラのところは出やすいんですけどね、ここだけちょっと沖に張り出しがあるんですよ。こういうとこやっぱ潮がよれたりとか当たり方が変わるんで魚がつきやすかったりするんですけど、ここ出そう、めっちゃ出そう。あとこのスリット、この辺りここめっちゃ出そう。これ食った。いやーちっちゃいけど嬉しい。メタルシャルダスをテトラの間通してリトリーブしてやって、ちょうどテトラの切れ目のところから下から突き上げてくれました。いけるかな。よっしゃ。今ここがですねちょうど北からの風でもう横風になるんですよね。で忍者リとかだともうラインを風に持っていかれて通したいコースを通せないんです。でラインを張るためにブレードの抵抗を使ってテトラの隙間を通してきました。でね風が吹いてるんでね結構ブレード風ついた時吹いた時強いんで、なんで結構こういうシチュエーションではね使うことが多いです。でレンジとかはねウェイトによって使い分けていただけたらいいと思います。今はね結構もう見えるところ範囲浅いんで 15g ね、もっと飛距離が欲しいとかレンジを下げたいとかってなると 25g、 そのあたりがねシーバスで使いやすいところかなと思います。一応ルアー通すコース変更グラスで見ながらキャストはしてるんですけど、ちょっと意識してることは一つあって、見せる距離と食わせる位置っていうのはちょっと意識してます。あんまりね食わせたい位置に近すぎると魚に気づいてもらうためのねその引き代距離がないんで、少し奥めにキャストしてここで見せてこのテトラのこの右側通してやってとかっていうのはちょっと意識してます。この辺りをね組んだったらで、次がこの一つ内側のこの辺り。食った。今気づかんかった。俺テトラに当たったと思ってた。この時にねこのロングリーダーが役に立つんよ。ちょっと降りるね。はい、キャッチです。最初多分ここにかかってたんちゃうかな。ここにちょっと外れた跡があるんで、ザ・イツキ、背中の黒いかっこいい個体や。もう大丈夫かな。オッケー。よいしょ。フィーリングタイムですね。いい感じでバイト続いてます。ちょっとこのままね続いて狙っていきたいと思います。追加いきましょう。
主に使うルアーのローテーションはですね、まあ忍者リ、ジョルティのミニ 14g で、あとメタルシャルダス、まあ、15、25あたり、こちらがメインになるようになります。で、まあちょっと遠方のボイルとか見つけたら、シャルダス 20g の、ブレードレスとかそういったものを使ったりとか、まあ、浅いサーフとかだとそういうので、チェック入れたりとかっていうのを、メインにしてます。あんまり早巻きしすぎるとメタルシャルダスが回転するんで、そこだけ気をつけてください。ちょっとちょいが上がってテトラの内側でバイトすること増えましたね。さっきはねちょっと外向きというか少し入ったとこぐらいでバイトしとったんですけど、結構内側までバイトするようになりましたね。おっしゃ、目の前。いい食い方してるね。よいしょ。夕間詰めになって活性上がってる証拠ですね。食い方がすごく良くなった。日中明るい時間はショートバイト苦しんだんですけど、かなり乗るようになりましたね。じゃあ返しますよ。よいしょ。こっちでいきますね。よいしょ。ああ、ほい。しゃ、おお、穴の中入ってったしゃー、やりきったよかった。いやーでもね、ちょっと欲張ろう。やれる残りの時間もねやりきっちゃいましょう。若干背中から小形になってきたね。北西に変わってきよる風が。どこでも出そうこれ。今この活性の高さ。あ、ほら打った。今どんだけバイトするのやばいやん。ノーベイトやで今ここ。魚体今完全に翻った見えたね。真詰めでめっちゃ活性上がってるわ。俺食った。いやもう食い方が変わったもん。全然違う食い方が。よいしょ。映るかな。おめっちゃ吐いたすげえイワシまみれ。すごいイワシ吐きましたね。でもイワシもねかなり溶けてるんで、また違う場所で食ったのか、それともだいぶ前に食ったやつでそのままここに居ついてたのか。結構吐いたよこいつね。大丈夫かな。行く。おー元気。ありがとう。ほら食った。あー抜けた。抜けちゃいましたね。でもバイトしてたねまだ。でも明らかにちょい低い時よりも手前でバイトが増えましたね。よいしょ。多分夕間詰めの力もあるけど、この風の力もあるよね。横風で釣りはしづらいけど、やっぱりテトラの中がちょっと波立ってピーカンじゃなくてね、ちょっといい感じに荒れてるから、やっぱこの力もあるよね。今のこの活性の高さって。おら食った。おら食った。おおめっちゃ走るめっちゃ走る。よいしょ。この少し風で波立ったテトラの隙間と夕間詰めの力で
すごく活性上がってますね。釣れてるのはでもね回遊じゃなくて、もうこの見ても分かるんですけど、いつきの魚、ちょっと色の黒いこいつらの活性が断然上がってますね。元気やねどれも。よいしょ。今日通してね結構ベイトタックルでやってるのが多いんですけど、この理由としてまずショートキャストでテンポよく釣りすることになります。であと一つがねロングリーダー、テトラ帯のこのテトラの隙間をずっと打ってくる釣りなんですけど、やっぱりね魚かけた後結構ねテトラに巻かれることが多いんです。でスピニングだともう僕取るリーダーの長さが1ヒロも取らないんですよ。もう矢引きぐらい、この腕の長さ分ぐらいしか取らないんですよ。それに対してベイトタックルは3ヒロ、この手を広げた3回分の距離のリーダー取ってます。なんでそれだけ魚を言ったら走らせることができるんです、テトラの間でも。なのでこのベイトタックルを使ってます。あとベイトタックルのもう一つの利点なんですけど、今日ちょっと今見てもらったら分かると思うんですけど、北風5メーターとか6メーターとかで風が強いんです。この時スピニングってどうしてもキャストした後絡むラインの量が多くてメンディングに時間かかっちゃうんですよ。それがベイトタックルだと常にラインをスプールを押さえてラインをね調整してるんで、メンディングが早いんですね。ルアーの動き出しが早いね。そういうのもあってベイトタックルを使ってます。今日だとこの北風5メーターでちょうどねポイントになるところが横風になることが多いんです。そうなるとラインが風に取られてしまって通したいコースをねうまく通せないんですよね。でその時にこのブレードの抵抗、ラインを張る力を使ってこのメタルシャルダス 15g をテトラの間を通してくるように使いました。メタルシャルダス使う時はそんなに沈めなくてもいいです。テトラの脇を通してやるとか、水面から50センチとかそういうところを通してやるイメージです。結構ねブレードの力が強くて風の日とかって本当ブレードが効くシーン多いんですよ。なのでそういうブレードの力を使って魚を呼んでるっていう感じですね。さあじゃあねちょっともうだいぶ暗くなってきて、足場もねこんな感じで斜面でねあまり良くないんでそろそろ上がろうと思います。やっぱりね安全に釣りするのがやっぱり楽しむコツなんで、もう上がりたいと思います。行きましょう。